皆さんこんばんは。ムーパルチャンネルよりお送りいたします国家非常事態対策委員会、司会の立花健三です。この番組は今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交とあらゆる問題を通して日頃我々が知り得ない情報を皆様にお届けし、またそのことを皆様方と共有できればという思いでお送りいたしております。いつもは、ムーパルチャンネルより生放送でというところを強調いたしておりますが、実は収録で申し訳ございません。都合上収録でお送りいたしております。現在1月31日本日でございますが、夕方の5時34分にスタートいたしております。申し訳ございません。さあ、それではいつものコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。お二人とも世界平和委員会代表でいらっしゃいます。まずはじめに空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます長道院大覚氏、そしてもう一方、国際ジャーナリストおよびノンフィクション作家でいらっしゃいますベンジャミン・フルフォードさん、このいつものお二人とともにお送りしたいと思います。この昨年度はですね、アラブの春と称してアラブのいわゆる政権を倒していわゆる民主化したと。で、いわゆるこれはアラブの利益をかさろうという殺人強盗殺人、これをいわゆる欧米の戦略でやってきたわけですよ。そして、その裏に旧東西の対決の色がはっきり出てきた。イスラエル MI6 CIA が動く。それに対していわゆるイラン、ロシア、ね、このいわゆる情報機関が旧 KGB だ、旧砂漠だというものが動き始める。まさに今シリアについてはロシアがシリアとアサドをかばっている、ね、それでイスラエルの市民派が内戦状態になってきている。そういう体をかけて血を流して政治の流れを作り変えようといわゆるアラブではやっておる。その原因に食い詰めたいわゆるハイエナみたいなEC だ、アメリカだと。金のない連中が金のあるところから何としてでも殺してでも金を取ろうという強盗殺人。しかしこのグループはもう裏で失脚しているという情報入ってるんですよ。要は欧米 G5 テロ国家グループのですね、アルカイダとか作ってテロを起こしているね G5 国家ですね、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアの裏にいる、ハザール族悪魔教マフィアが摘発されつつあるんですよ。で、彼らは第三次世界大戦を起こして人類の8割を殺して残りを自分たちの家畜にする計画を実際に持ってるんです。これ現実の話。強制犯を起こしても現実殺しに来てるんですよ。我々は反対に今出している案は日本、韓国、朝鮮を統一させて新しい州都、大日本帝国の復活の国家の新しい州都を奈良近辺、天理市近辺にして、で、国際経済企画庁を立ち上げてね、日本の政府の、信用、日本国民は世界最大の債権国の国民の信用をバックに、世界人類一人当たりに1000万円のお金をオファーする。で、新しい経済企画庁で地球から貧困をなくして環境破壊を止めるキャンペーンをオファーしてる。どうする？世界平和、貧困をなくすプランを出しているグループとみんな殺したいグループ、どっちにつくかって考えればわかるでしょう。あの連中は絶対に負ける。
絶対に第三次世界大戦起こさせない。必ずブダ箱にいる。ヘンリー・キッシンジャーとかね、J. ロックフェラーとか、ピーター・ハンズ・コルデンバックとかね、あんな犯罪者殺人連中はもう終わり。あの人たちの時代はフィニッシュ、The End、終わった。確実にあの人たちが負ける。まあそういう。で、日本でその人たちの人受けやってたバカどももね、目覚めないと本当に日本からも追い出されるよ、売国道として。もう時代が変わりました。ロスチャールの言うこと聞く必要全くない。例えば歌舞伎町に弁天さんのお寺の敷地の中に風俗営業やってるんですよ。で、警察ただで出入りしてるのよ。それを許してるのは石原。それが象徴的なんですよ。で、自分のドラ息子の石原信輝ね、親の七光と親のコシヒカリでしか生きる能がない男がね、かばわれて選挙捏造したりわけのわかんないことやったりしてるんですよね。このグループは、やっぱり旧勢力から飼いならされた犬です。向こうからお金もらって、命令通りに動いてた売国道です。自分が朝鮮人のくせに第三国発言する石原は何なの？イランの例の制裁ですけども、やはりそのグループが関わってる。それもね、制裁って言ってるのね、あれは負け犬の微笑なんですよ。要はお前らの紙くずユーロでも油売らないって言われてるから、あ、じゃあボイコットしますって言ってるの。あんな嘘800なの。よく NHK もまだあんなアホなこと放送するね。はい、いつ変わるの NHK いつちゃんと真実伝えるようになるの？なんでまだあんなわけのわかんないこと言ってる？なんでいつまでも悪魔教マスコミの支配下にあるんですか？なんで渡辺恒夫まだあんな嘘ばっかりを書いてる？読売新聞に。ね、どうなったの？朝日新聞。いつの間にかわけのわかんないプロパガンダ誌に堕落したんじゃないですか。どうなってんの？お手マスコミ。なんで真実を伝えないの？なんで悪質な外国勢力のプロパガンダ未だに垂れ流してるの？なんで福島原発や津波攻撃の真実伝えないの？臆病、卑怯、クズ、ジャーナリストじゃなくてプロパガンダイスト、しもべ、奴隷。もう顔をね表に出さない方がいいよ、大手新聞の連中。みんな臆病、真実を伝えない、命令に従うプロパガンダ分子。どうなってるの？なんでまだあんなことやってるの？わけのわかんないコンピューターの中の数字は意味ない。実際に存在する世界の方が上。なるほど。そうですね。それはね、たまたま大阪の橋本というカリスマ的な指導力を持った、若い有能な人間が出てきたんだ、これ久しぶりに。なぜこれに日本を任せないのかと。そこへなぜ亀井静香や小沢一郎やもういわゆる政治廃棄物人間廃棄物がだからロカフェラまた出てくるのかってこと。だからロカフェラの犬の最後の微笑なんですよ、これは。もう終わりよ。小沢はもうお前の事実みんな知ってるよ。もう早くどっか引っ込んでろね。ロカフェラの奴隷分子、よくまだ顔出してるね、表にね。早く穴を掘ってその中に隠れろ。もうみんなそうなんですよ。もうその時代は終わりました。橋本総理が統一された大日本の総理になればいいんですよ。そういうことは可能なんです。今これ現実の話です。目を覚めろ、現実ですから。お聞きしてますと、僕がすっごくストレスに溜まってることが、なるほどこれでぴったしするなと思うのが、国を守る、この間も言いましたけども、防衛大臣が田中さん、今日の元自衛官の佐藤さんが質問してる時の答え、もう本当に無知って言いますかね、何にも知らない人を防衛大臣にするという、
この首相の任命権、首相はこの国防に対して何を考えてるんだと、国を守る気なんかさらさらないのかもしれませんしですね。であるいはもう野田さんの人間性も疑うし、国会議員としての資格も疑うし、そのことをマスコミも言わない。そして国民の方もそれはおかしいんじゃないっていう、本当に国民の皆さん一人一人そのことをね責めてほしいなと私は思います。だけどもまさにその日本はアメリカの奴隷であるということと、その辺は操作されているのかなと。であとね、これね、アメリカの奴隷だっていうんですけども、今までアメリカ人も奴隷だったんですよ、ウォール街の。それが変わろうとしてる。要するにアメリカが根本から変わろうとしてるんですよ。でペンタゴンの連中も、石油会社のために泥棒を下請けするの嫌になったんですよ。これから地球を良くしようじゃないかという新しい仕事を始めようとしてるんですよ。で水面下でペンタゴンと中国軍とロシア軍が、地球防衛軍を作る交渉を始めてるんですよ。そこまで進んでるんですよ。それから国連の、根本改革も今議論されてるんです。今欧米主導型の、インチキ国際フォーラムではなくて、本物の人類の代表に変わる作業も始まってるんです。なのにまだ日本のマスコミは報道しない、現実を見ない、取材しようとしない、事実確認を取ろうとしない。まだまだ総本部の昔の連中の嘘をついてるだけですよ。これから本当に豊かになるのは間違いないんですよ。さっき言ったように今ね、アメリカでもこの一部の、悪魔教マフィアね、サバタイ派マフィア、イスラエルの国旗にあるシンボルね、あれはルシファーというサタンね、あれはユダヤのシンボルじゃないから。グループがアメリカの企業、日本の企業、ヨーロッパの企業、大手企業の株をインチキな方法で、詐欺的な方法で自分たちのものにしたんですよ。それは世界人類に返してもらえるんで、日本でもものすごいお金が雨のように降るんですよ。この戦争が終わったら、この金融、戦争が終わったらみんな豊かになる。それは約束します。それは期待したい。日本人も一人当たり1000万相当のものが降りる。どこからそのお金が出てくるんでしょうね。だってもともとそれを盗んでた連中が戦争に使ってたから、それを人類に戻すだけですから。なるほどですね。インフレは起こらないでしょうかね。いやもちろんやり方を上手に、要するにね、企画してただばらまけばインフレ起きるけど、はいはい、要するにそれぐらい大きなことをやろうと思えばお金があるという意味ですよ。はい、はい、よくわかりました。日本の今の永田町のほとんど役者ですからね、雇われ、はい、この脚本読めって言われただけで。僕も覚えてるんですよ、記者会見。質問するでしょ、議員、国家大臣ですね。財務大臣であろうが何であろうが、必ず隣の人間に、言われた通りに答えるわけ。要するに、僕いつもね、脚本にない質問するから、必ずすぐ答えられなくて、隣のカバン持ちに答えを教えてもらうんですよ。それを見たら、この人たちは実験はゼロですね。ただの、役者だなって感じたんですよ。残念なことに。その通り。その通りですね。みんなもう終わりや。はい、そうですね。最後にこれだけ言うけど、人類がこれから自由になります。Humanity is about to be set free. I guarantee it. 嬉しいことです。総裁、最後に一つ何かございませんか。とにかく革命のチャンス、はいね、それからユーロシア勢力が世界の中心勢力になるチャンス、ここで立ち上がらなきゃいけない。独立国家として立ち上がらなきゃいけないと、こういうことです。そのためには総裁は何をなさいますか。これはいわゆる橋本大阪維新の会を育てる。なるほどですね。国民運動を起こすということです。わかりました。それでは今日は誠に皆さん申し訳ございません。ただいま夕方の6時15分、これで収録は終わらせていただきます。次回は2月14日生放送でお送りしたいと思います。バレンタインデーの日です。
では本日はありがとうございました。